こんにちは、スタジオバリアビリスです。今日は、新しい、植物紹介したいと思います。今日紹介する雨林植物はこちら。どどん。ちょっと暗いな。ベゴニア SP ジュラウっていうベゴニアです。はい。葉の幅ですねが細くてピンクのドットがこうね、ところどころに入る、アクセントに入る、綺麗なベゴニアなんですけども、これまだ小株です。まだまだ大きくなるわけなんですけども、可愛らしい、模様をしたベゴニアです。今日はね、もう一つ、紹介します。ベゴニア、こちら。これの名前もベゴニア SP ジュラウって言います。はい、同じなんですけども、こちらの株に関してはベゴニア SP ジュラウの後にさらにボッチ株という名前がつきます。ベゴニア SP ジュラウボッチ株ですね。はい、これなぜこれは名前が違うのか。はい、種類としてはこの両方、このジュラウとジュラウボッチ株、この2つとも同じ種類なんですよ。で、なぜこっちにはボッチ株ってついてこっちにはついてないのか。それはこの、普通は、こっち、普通っていうのも何が普通なんて話なんですけど、通常はこれがジャングルに生えてるわけなんですけど、同じような株がたくさんポンポンポンとそのジャングルの一角には生えているわけなんですけど、その生えてる個体の集合体のことを個体群って言います。ベゴニア SP ジュラウの個体群があります。はい、これたくさん生えてます。で、その中にひときわピンクのはっきりした株が見つかりました。それがこれなんですよ。ベゴニア SP ボッチ株。一株しか見つからなかったのでボッチ株っていう名前がつきました。一人ぼっちのぼっちですね。という、この中でも特別際立ってピンクがはっきりとして、こういうふうに蝶々みたいな模様ですね。特別な個体とされてます。個体差っていうのがジャングルでは、生まれやすいんです。っていうのが、環境によってこういう植物の、種類によっての特徴が変わってくるわけなんですけど、例えば水に近いとか標高が高いとか、とある虫が、ここには住んでるとか、花粉をね、媒介する、虫媒っていうんですけど、そういう虫がその環境にそこにしか住んでなかったり、そういう環境でしか、育たない植物があったりとか、ジャングルって複雑なので地形も複雑やし、そういう地形によってそう湿度、温度、日向の部分と日陰の部分、そういうので環境がとても複雑なんですよ。環境が複雑な分、個体差が生まれやすい条件が揃ってるんですね。その個体差が生まれることによって種が増えるきっかけになりやすいってことですね。その個体差が生まれるってことは他とは違うっていうところが生まれるってことなんで、一般的なものとは違う突出した部分が環境に適合していればですね、環境に適合して増えていくので、今まであったものは、駆逐されるって言ったらいいんですかね。専門的にはラピさんなんか言ってたな、淘汰される、自然淘汰されるですね。稀に出てくると、稀に生まれてくるっていうのはこうなんかロマン感じますよね。そういう意味でもこういうね雨林植物、実際の原種ってすごいなって思いますね。今日はね個体群の話でした。このボッチ株もある意味個体群を作ることに成功してるんですよ。なぜかというと、これめちゃめちゃ綺麗で、初めそのヤフオクで出回った時一株確か
4万45万円してたんですよ。ただ綺麗だからみんなそんなお金を出してでも買うんですよ。でみんなそしたら今度売りたくなります。増やして売ります。最初5株これがヤフオクに出るとするじゃないですか。で5人が5万円で買います。そしたらその5人が1人この株を5株に増やすとします。ヤフオクに5株かける5人分が出てくるわけですよ。イコール25株です。そしたらその25株をまた買います。その頃には少し値段が下がっています。そしたら25株をまた買います。25人が。そしたらその人らがまた 5株増やしたとします。さあすごい株 25×5 25 125 125株っていうのを345回と繰り返せば、どうなるか分かりますよね。凄まじい勢いで世の中に溢れていくんですよ。そしたら価格がどんどん下がっていく。今では、1,000円から2,000円ぐらいでこれは手に入るんですけども、昔って言ってもね、45年前、45年前はもうその4万とかだったんですけど、半年ぐらいでもう2,000円ぐらいになってましたね。すごかったですよこれの勢いはほんまに。そういう話でした。違う、そういうふうに、みんなが増やしたので、もう今ではこれぼっち株1株もう最初はねジャングルでサブスクぼっち株1人ぼっちだったんですけど、みんなが増やしたので今は世の中に溢れている、ぼっちではなくなっている。これの兄弟というか厳密に言うとクローンなんですけど、クローンがたくさん溢れているこのぼっち株は人間に拾われてたくさん繁栄することができた。ある意味その美しさのおかげで生き残っているっていう株です。ということで今日はそんな個体差が生まれた全く同じ種類、分類的にもほぼ同じ植物なんですけど、こういう個体差によって全然違う特徴を持って稀に生まれてくることがある。それでは今日は個体差のお話でした。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。はい。